かにいいなと思う。全ていちいち手間入ってますこれはどういう状態ですか？そのこれは小麦粉と小麦粉、砂糖、塩、バターの混ぜた生地で一晩寝かしてます。だからちょうど発酵前してる、塩あったってまだしてるんですけど、今まだ生地が寝てるんで、今から揉んで起こしていくみたいな感じです。はい。そういう表現なんですいや、勝手にそう呼んでるんですけど、起こしていくなんかそれっぽい感じで呼んでます。はい、朝早くやって朝早くから。パン作りはどうやってこう、はい学ぶというか覚えるというか。まあそうですね。パン屋さんだったんですか？いや、パン屋じゃないです。オーナーとここのシェフがもともとホテルの厨房にいて、で多分そのシェフから教わって僕も教えてもらった感じですね。アピールっていうかね、お店の力っていうか魅力なんで。ここまでやってます。そうですね。大体こんな感じです。これ1個何グラムぐらい？これ130ですね。130。はい。職人とってや一人で2年やっとったから。2年。2年次一人でずっと。その最近だからパンが足りんっていう感じになったんで、来てもらってるんですよ、手伝いに。55分ぐらいになったらさ、この下のやつ出してほしいんやけど。パン朝早いですよね。でもそんなほんまの本職の上手ですよ。まあ7時ぐらいからやってるんです。はい。それで何時ぐらいまでやってるんですか？もうパンできたらとりあえず担当は終わりみたいな。そうですね。でもう一個姉妹店の方に届けてパンを三宮の方。そうそうそう。でお昼やるときは戻ってきてそのままみたいな感じですね。はい。そうですね。
でこれが売りなんですけど、これはデミグラスソース。デミグラス。ああ。洋食屋といえばという感じで。すごいなんかいろいろ入ってるんですね。そうなんですよ。野菜とお肉、ぶつ切りにしたものを、1週間ほど煮込んで、それを、ルーと合わせてソースを完成させます。じゃあ別のルートこうまた別で。洋食屋デミが命なんで結構評判も良くて、もうジョッキごと飲みたいとかいう口コミもらったりとか、デミは結構定評があるんですよ。やっぱり最初はその試行錯誤で、これもうちょっと入れたらいいなとか、これが足りひんなとかいう試行錯誤で全部できていって、ランチに合いやすい、まあまあなボリュームがあって、なおかつなんていうんですか、ちょっと軽いっていうイメージからこのパンを最初に作ったんです。あとスープも、昨日2種類あったんですけど、冷たいのとあったかい冷製と、温水とで季節ごとに書いてあるんで、なので今はちょっと外も暑いので、冷製でひんやりしてもらって美味しかったです。ありがとうございます。で、冬場なんかだとその時期に合わせた季節の食材使ってスープを作ったりしてますね。開店前とそのランチの営業終わり、またディナー始まる前のそのアイドルタイムが、やっぱり一番仕込みって言いますか、お店を流すためにこう一番作れる時間なんで、やっぱりそこは僕らが一番大切とする時間。最小限の人数でどこまでやれるかっていうところで、こっちは定休日もないですし、年中無休で一応やらせて大変ですね。もう元旦からやらせてもらってますんで、もう毎日動きですよね。お昼も、やっぱちょっと営業時間長いですよね。3時までやってましたもんね。ラストオーダー3時までの、一応4時まで、3時半までですね、やってる感じなんで、全て手作りっていう風にしてるんで、それでもう既製品を一切使わない風にしてます。なので、1個ずつやっぱり時間かけてしないといけないっていうのがあって、ランチの営業中であっても、やっぱりこっちメインに、味メインにやってますね。なんで結構あんまりこうやって窓越しに見えるのがあんまりないので、よく見えますよってお客さんの席から。カレーも結構人気なんですけど、カレーの肉とかも塊の肉を縛って塊のまま焼いてそれを煮込むんですけど、そんなんは結構様になるっていうか、燃えながら炎を上げながら肉焼いてるんで、パフォーマンスの一種みたいな感じで。ポテトサラダの仕込みです。芋がやっぱり煮込むのに時間がかかるんで、こうやって朝一でスタンバイして。あれで煮込んでる。そうです。200度以上あるので、それで沸点にはここでボコボコします。飲食店やと鉄板は必須です。いろんな機材があるんですけど、こういうコンベクションであったり、こういうのもスチーム、あとドライの乾燥のオーブンとか、あとバトルって言って蒸し器の機能があるんです。そういうの120度ぐらいまでの蒸気を当てながら、一般家庭には絶対ないんですけど、業務用のオーブンってここで、こういうのが一番やっぱり大事ですね。お店やるには。これなかったらお店できないです。
結構大量にこう20リッター以上仕込んでます。これ毎日やる時もあれば、それ2日に1回は必ずやってるんですけど、これはこれは大根の冷製スープなんですけど、大根と、あとセロリと玉ねぎをこうじっくり炒めて、バターで溶いてあげて、小麦粉でつないでます。ベースは牛乳になるんですけど、あと野菜ブイヨンですね。毎日ね、同じ味を出していくって大変ですよね。なんで、レシピっていうのは大まかにあるんですけど、体で覚えるっていうか、もう塩もこんだけを振るんやなとか、これがランチで使う肉っていうの。ビーフカツとステーキ。一応そのお店にも、神戸ステーキも、A4 ランクの国産の黒毛和牛使ってるんで、もうなかなか神戸に負けないぐらいの油とうまみがある。これで、直接空気に触れるのはあんまり良くないんで、なんていうか、セロリで言ったら葉っぱであったり、玉ねぎのヘタ、キャベツの芯であったりとか、あんまり口にするもんではないじゃないですか。やっぱり可食部だけ取って、あとのヘタとかは、捨てること、多かったりするんですけど、やっぱりそういうところをやっぱり無駄にできないということで、毎回取ってあるんですよ。こうやって。さっきも皮とか袋に入れて取ってましたよね。人参の皮とか。これなんですけど、こういうのやっぱりなんていうの、野菜っていうのは表面が一番うまみがある。根野菜とかだとその根っこが一番栄養があったりとか。なのでスープっていうのはものすごいこう旨味と栄養が詰まったものなんですね。こういうのは捨てずに大事に取ってます。いろんなやり方があるんですけど、ブイヨンに取るにも。ここは野菜は水から煮出して沸騰しない程度に沸かすっていうのが一番きれいになるかなっていう。なるほど。やっぱりどうしても沸騰しちゃうと、野菜同士が当たってぶつかり合ってこう煮崩れっていうか、それが煮汁に出るんで、濁った色になるんですけど、こうやって水からゆっくり煮出してあげると、透き通った黄金色のこうブイヨンが後でできるんです。1リッターほど入れる。結構入れます。洋食はもうワイン必須です。赤白。これは国産の黒毛和牛です。黒毛和牛。ステーキに使う肉なんですけど。まだそんな赤が発色してないんですね。塩振いてあげて。でこういう、肉からも絶対可食部と食べれないところなかなか口にはしないとこと食べるステーキの部分っていうのがあるんで、こうやって油も取っていって、この油も後でここに入ります。ネミに入る。この油がやっぱりうまみを出すので、黒毛和牛のね油だからうまいっすよね。捨てるわけにはいかないです。いい感じ。
洋食屋さんってはいなんかそのイタリアンなのかフレンチなのか、はいそのどういう勉強するとできるんですか？洋食はまあどうなんですか。僕はもう食感でやってます。ただその欧風料理をするにあたってやっぱりその専門っていうのがあるんで、そういうのが欧風料理の専門。洋食屋さん働くとかで、なかなかそのホテルで働いててもデミグラスの作り方なんか教えてもらえないんで、これはステーキになる。ステーキの肉ですね。これジャガードっていうんですけど、叩く作業によって、は肉をこう繊維を壊して柔らかくする。これが貝のみの部分、貝のみという部分なんですけど、はい。割とこう筋肉質でこう普通には噛み砕けない。こうやって繊維壊すことによって一口で噛み切れるような肉には仕上げてます。でここで下味をつけて一個一個注文入るごとにパネって言うんですけど、パン粉つけて。パン粉パネ。一つずつ、でこれするときには必ずやっぱり強力粉がいいです。強力の方がこうさらっとしてるんですよ。はい。なので打ち粉とかこういう粉をつけたりするのには強力粉が必須ですね。でこう物をサクッと刺したいとか、はい、こう食感を軽く刺したいときには必ず料理には薄力粉を使う。串カツとかそうですかね。そうですね。そんな感じです。卵をきれいにまとわして、パン粉もこれ生パン粉って言って、やっぱ乾燥パン粉だと串カツとか、ああいう軽い食感になってしまうんですけど、細かいやつですよね。はい、やっぱりその、ボリュームであったり、その肉の食感に負けないだけの衣を作るってなったら、こうやって生パン粉を使った方が必ずいいんです。ここではもうあくまでも下味なんで軽く塩をつけるだけですね。使うマスタード、これも一から作ってるんで、このひと手間がやっぱ美味しさになると思うので、全ていちいち手間入ってます。こんな感じに仕込みしながら営業してますっていう感じです。粉辛子をこの白ワインと酢で。なんとも言えない匂いが。そうですね。香りが結構目に染みたり、目が痛くなったりしますよね。こんな感じにちょっと水じゃない水分で溶いてあげて、後からこのマスタードをつなげる。いい香り。いい香りですよね。その焼き面を7割でこう色目つけて、むしろ3割ぐらいで休ませてあげる。これで綺麗なミディアムレアができる。
そうですね。で、ご分はい、こう結構こういうミディアムレアがいい状態なので、まあ、ビーフカツで一番美味しいって僕は思うこの火加減ですね。はい、お願いします。でミディアムレアに仕上げる。田んぼが落ちるんですけど、まあ、これはこの都度拾わないと油がすぐ黒くなっちゃう。それで黒くなる。こういう鍋のいいところは、その鍋を毎回捨ててるんですよ。固めて。そうですね、今朝捨ててましたね。そうなんですよ。やっぱりその日替わりの油で、油もやっぱり新鮮なものが一番いいので、片栗粉を使ってこう白く仕上げるものなので、これどうしても油の色がついてしまうと、そのものの良さがなくなってしまうので、白い状態の油を使うのが一番必要になります。ビーフセット。パンとライスってどっちが多いですか？割合的にはやっぱりご飯の方が合うって言ってよく出るんですけど、まあ、一部の人でパンがあるかどうかの確認をしてくれるお客さんもいますね。お米も結構こだわってて、この産地をブレンドして何々さんとかじゃなくてブランド米を、例えば魚沼産コシヒカリであったり、兵庫県産のコシヒカリであったり、新潟産であったり、全部ブレンドして一番こう美味しい洋食に合うご飯を作ってもらってる。ライスがちょっとちっちゃいじゃないですか。はい。私はおかわりしちゃったんですけど、はい、またあったかいご飯が食べれるから、はい、なんか嬉しかったです。あ、そうですね。やっぱそういうのもあります。冷めちゃってずっと食べてるよりは、あったかいのまたもらえたんで。そうですね。A セットですね。セット豪華ですね。料理っていうのはビーフカツ？そうですね。今名物でビーフカツでやらせてもらってるんですけど、やっぱりリピーターも多いです。ビーフカツが一番出たり。あとはやっぱりA、B、C、やっぱりどうしてもリーズナブルなんで。だからでも
看板やったらちょっと内容が劣ってるかとかそうなんじゃなくて、むしろいいぐらいだ。むしろそれを看板にお得ですよ。この値段でこんだけやってるやでっていう宣伝効果も兼ねて、もう赤字ギリギリの覚悟でやってます。じゃあこう何年かやられてきて、味っていうのは変わってるんですか？味はやっぱり少しずつこう改良して、よくしてる。最初にステーキ屋さんから始まったんです。もう洋食もなく、でやっぱりその元町っていうなんていうんですか、その層も見て、何を求められてるのかっていうそういうのを見ながら洋食を始め出して、もう洋食を始めてからあんまり味は変わってないです。変わってない。もう最初に味を完成させて、もうこれならいけるっていうやってます。ここの厨房だとやっぱりこう、お客さんが見えるというか、食べてる姿が見えるじゃないですか。やっぱりどういうとこか食べた瞬間こう笑顔になったりとかしてるんですよ。そういうのを見るとやっぱり作ってよかったなっていうのが。それいいです。玉ねぎのスライスにオニオンソース、これも自家製で醤油とみりんのベースにして。あったかいまま食べてます。別添えでステーキソースもつけてますので、それでつけてステーキビーフカツですね。熱いのでお気をつけくださいね。こちらがステーキソースで醤油ベースのオニオンソースになっております。